皆さんこんにちは。鈴旅のお時間です。今日は成田空港国内線ターミナルに来ています。仕事の都合で突然1日オフができたので飛行機に乗りに来ました。泊まりの旅行はできないんだけど、代わりに前から気になっていたルートを実行に移します。利用するのは LCC のピーチ。今日はピーチを使って1日で日本を一周します。まずは成田から札幌へ、そこから一気に沖縄へ飛びます。この新千歳那覇路線は日本国内の最長路線。以前は ANA なんかも飛ばしてましたが、今はピーチのみが運行しています。最後は那覇から再び成田へ、合計8時間半の日本一周。国内最長路線の札幌那覇は2240キロ、4時間10分のフライトです。これは東京から台北や上海に飛ぶのと同じくらい。実はピーチに乗るの自体が今回初めてなんですが、 LCC での4時間フライトは乗り心地はどうなんでしょうか。合計3路線ピーチに乗るので確かめてみようと思います。これが快適ならピーチで台北に行ってみるのもいいね。ちなみにピーチはアプリでオンラインチェックインができるのでインストールしておくといいです。空港のチェックイン機は大混雑でした。それにしても那覇の国内線ターミナルなんて子供の頃以来だな。昔は成田にも国内線がいっぱい飛んでて、それはそれで乗り継ぎが便利だったよね。今は国内線乗り継ぎだと羽田に移動しないといけないもんね。現在朝の6時半、出発まであと1時間あるけど、そろそろ向かいましょうか。今日はずっとエアバスの旅。荷物を預けるのも大行列。僕はリュック一つなのでこのまま手荷物検査に向かいます。ゲートまでやってきました。手荷物検査がめっちゃ時間かかったよ。30分くらい並んだかな。やっぱ LCC は早めに行動しないとダメだね。というわけで登場です。窓側席だけど今日は徹夜明けなのでぐっすり寝ちゃう気がする。ウィングレットに文字が入ってるのって珍しいね。いい天気のいいフライトになりそう。ほぼ満席。春節の影響か中国語は結構聞こえてきます。出発もちょっと遅れそう。機内サービスのメニュー、綺麗なデザインだね。タイニーテーブル喫茶、手まり寿司とか卵サンドとかかわいいね。国際線飲みっぽいけど外国人受けも良さそう。こっちは国内線でも注文できるメニュー。こっちもいい感じのラインナップだね。でもこの満席の機内で窓側から注文するのはなかなか難易度が高そうだ。これも国内線だけみたいだけどすごく美味しそう。これまで乗った日経 LCC で一番手が込んでるかも。写真もすごく上手。こっちはグッズだね。これもかわいいな。LCC なんだけど日本らしいサービスレベルを感じます。正直 LCC の中では圧倒的なクオリティなんじゃない？外れ商品がなくてどれも売れそう。離陸しました。すっと角度をつけて上がっていきます。 A320 っていい飛行機だよね。成田だからいつもと違う景色だ。特にこの辺りはそうかもしれないけど緑が多いね。遠くの方に富士山もうっすら見えます。今日は富士山には近づかずにまっすぐ北上。桃マグなる機内室もありました。なんと創刊号だった。ターゲットが明確な機内室だね。ピーチは明確に20代30代のレジャー層をターゲットと言ってるので、このテイストは納得感があります。マガジンハウスとかが使ってそうな雰囲気。これからいろんなところに旅に出る世代向けのど真ん中の情報提供。マニアックじゃないのがいいね。新千歳空港に着陸。一つ目の目的地です。雪と青空のコントラストが綺麗。今年初めて雪を見たな。現在時刻は午前9時。
次のフライトが11時なので空港内で過ごします。本当はお寿司食べたかったんだけど、お寿司屋さんは開店前みたい。ちょっとでも北海道っぽいことしたいですね。とりあえず外に出てみたけどやっぱ寒い。さっき気温を見たら氷点下でした。でもいい天気だ。今年初雪だと思って積もってるところに来てみたら、みんな考えることは同じみたいで、たくさんの人が踏んだ跡がありました。まあ嬉しくなっちゃうよね。とりあえずターミナルに戻ってきました。やっぱりこの広場に来ると新千歳に帰ってきたって感じがするね。白い恋人と札幌農学校の看板も健在。子供の頃から100回くらいは来てる場所なので、やっぱり安心感があります。生ノースマン、一時の爆売れは落ち着いたみたい。スノーは相変わらず大人気。まだ朝だから在庫があるけど、購入個数制限がかかってるみたい。夕方くらいに来ると大体売り切れてるもんね。今日はこの後沖縄に行くので買えません。まだオープンしてる店が少ないので朝ラーメン食べます。朝からにぎわってるね。手鹿賀っていうラーメン屋さんです。なんか全部盛りみたいなラーメンもある。いくら丼、すごいなこれ。まあでもいつものやつかな。魚介絞り醤油のチャーシュー麺。北海道まで来て朝ラーするとは。でも美味しそうだね。このしっかりしたチャーシューがいいんだよね。今度は食後のソフトクリーム。空港限定の空港ソフトってのがあるんだよね。何が違うのかはよく分かってないけど、いつもありがたがって食べてます。那覇行きにチェックインできるようになっていたのでオンラインでやっておきました。次がメインディッシュ区間だね。新千歳は冬場は展望デッキが閉鎖されちゃうのが惜しいよね。代わりにフードコートエリアの窓から眺めます。空港と JAL の歴史が展示されてます。歴代の制服、昔は結構派手めの時代もあったんだね。航空機の歴史。ジャス時代の機体もあるね。そしてジャンボスリル747。子供の頃はこれに乗って北海道に来たんだろうけど、あんまり記憶が残ってないのが惜しい。また乗ってみたいね。さてそろそろ検査場に向かいましょうか。また激混みしてる可能性もあるしね。新千歳のピーチはエアドゥよりもさらに奥、一番端っこの検査場から入ります。やっぱりめっちゃ混んでた。あと30分で出発なんだけど大丈夫なんだろうか。搭乗口に誰もいなくて焦ったけど、バス移動だったので結局先行のお客さんと同じタイミングになりました。日経 LCC も遅れたら全く待たずに無慈悲に行っちゃうんだろうか。あれだけ混むなら多少の温情はあってもいい気がしたね。僻地みたいな場所に止められてる。かっこいいやつがいるね。これ ANA の唯一のプロペラ機じゃなかったかな。
つか乗ってみたいな。でも今日はこちら、次は A320 だったはず。これから気温差20度のところに移動します。登場しました。ここから4時間の国内線最長フライト。長丁場なのでこのフライトはスタンダードプラスっていう運賃で一番前の席を指定しました。空間にかなり余裕があります。その通り足もしっかり伸ばせる。1000円くらいで指定できたと思います。滑走路に向けてタキシング中。エアアジアとかアヤプサンの姿が見えるね。エアロ K もいる。やっぱ北海道はアジアの人たちに人気だね。離陸です。やっぱり新千歳空港って綺麗な形してるよね。遠くには雪をかぶった山が見えます。今眼下に広がるのは雪の世界だけど、数時間後には南国になるんだよな。日本ってやっぱ南北に長いね。海が見えてきた。多分苫小牧のあたりだね。今回は機内 Wi-Fi がないから地形とかフライト時間で想像するしかないけど、10分くらいで本州の土地が見えてきました。陸地がある場所に沿って雲が出てますね。きっとこれから日本海側を陸地に沿って飛ぶんだろうね。今回は空間に余裕があるし時間も長いから機内サービスを注文してみます。ちょっとしたお菓子にしようかな。カップ麺の匂いをさせる勇気はあんまりない。小箸バターケーキ、あと玉ねぎスープ。これで600円。現金もカードも使えました。美味しい。ちょっと口寂しい時にちょうどいい感じ。玉ねぎスープはよくあるコンソメスープよりも素朴。少し冷ました状態で提供されるので飲みやすいです。今回はお隣もいなかったので快適。これなら4時間でも全然問題ないね。外は一面の雲でここがどこだかさっぱりわからない。多分能登半島のあたりまで来てる気がするんだけど。今度は遠くに高い山が見える。中国山地のあたりなのかな。全然わからんけど GPS に頼らず走行するのも楽しいね。これはきっと愛媛のあたりでしょ。この長い海岸線は八幡浜とか九州に向けてひょろっと伸びてるあたりじゃないかな。それにしても今日はどこも雲に覆われてるね。沖縄が近づいて雲の下に降りてきました。気温は20度くらいあるみたいだけど、気持ちのいい南国の海って感じじゃないね。沖縄那覇空港に着陸。だいぶどんよりしてるね。雨が降ってきました。那覇では4時間くらい時間があるんだけど、あまり外では楽しめなさそうだ。近くのビーチとか行きたかったんだけどな。飛行機から降りてきました。この飛行機はこれから台北に行くんだって。札幌と台北を結ぶなんて最高の路線だね。CSR に中国語を話す人がいたのも納得。空港内で時間を潰そうと思ったんだけど、どこも混んでました。ラウンジ花も満席だった。空港で窮屈な思いをするよりもちょっと外に出てみようかな。ユイレールでちょっとだけ移動します。
空港から2駅の小禄駅、駅直結のイオンがあるから雨に濡れずに行けます。スタバで予定構築中。この間 JGC プレミア狩猟の動画を出しましたが、その狩猟ルートを組んでいます。2月から燃油サーチャージが上がるから1月中に購入までしておきたい。理想より FOP 単価は高くつきましたが、一通り予約まではできました。飛行機の待ち時間に別の飛行機を予約する狩猟総仕草。晩ご飯はそのまま隣のフードコートで食べます。沖縄そば。ここも昔から使ってるお店。定食にしました。何の変哲もない沖縄そばだけど、これがいいんです。チキンカツとセットで800円は激安。ごちそうさまでした。じゃあそろそろ空港に戻ろうかな。これまでの経験を生かすと早めに手荷物検査に進んだ方が良さそう。また来るね。那覇空港でピーチに割り当てられているのは C 検査場。中心から少し外れたところにあります。でもあんまり混んでないね。今日のフライトが残り少なくなってきているからかな。ゲートは一番端っこの41番でした。でも今回の旅でバスじゃないの初めてだね。さっきのとは別の機体だけど、これも台北から来た飛行機みたい。よく働くね。ここから2時間半で成田に帰ります。今日最後のフライト。普通の席です。さっきと比べるとやっぱ狭く感じるね。でもピーチは機内も綺麗で客層もいいし快適だね。今回は国内最長路線に乗ってみたくてピーチにしたけど、結果大好きになったよ。これなら今度台北やソウルに行く時にも使ってみたいと思いました。やっぱり今はちょっと外国の LCC に怖さを感じなくもないけど、 ANA 傘下のピーチなら安心できるしね。実はピーチの売上高ってスカイマークよりも多いから体制もしっかりしてるはず。というわけで成田に到着です。家に帰るまでの時間がかかるのだけがネックだね。まあ何はともあれ楽しい旅でした。それだけ一日中飛行機に乗っていろんなところに行けて4万円くらい。今回は直前に予約したけど、事前に計画しておけばもっと安くなるんじゃないかな。今は新千歳那覇線を飛ばしてるのはピーチだけなので、飛行機好きは乗ってみるのも楽しいかも。個人的には雲がない時にまたリベンジしたいね。というわけで今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。途中で紹介したように、これから JAL の JGC プレミア狩猟も始まります。海外にもあちこち行く予定なので、ぜひチャンネル登録をしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face.